ペンネーム忘れなぐささん、40代の女性からいただいた質問です。タイに越してきて20年、短文、功徳を積むという仏様の教えが浸透しているタイ人の日常の中で大切なことをたくさん教えていただいております。今日は宗教についてご意見伺いたくメールを書いております。もし太閤上様の既存の YouTube 動画に内容が重なるものがありましたらお許しくださいませ。今年の4月に私は大親友を亡くしました。イースターサンデーに起きたスリランカ同時多発テロの犠牲となりました。彼女は心根が優しく、誰よりも平和を愛し、良き母として、妻として、娘として一生懸命生き抜いた女性でした。特に宗教間の争いを人類が起こす最も愚かな行為の一つだとして、どうすればこの世に平和が訪れるのかを考えているような人でした。スリランカの貧しい子供たちのお役に立ちたいと、ご主人と共に私財を投げ打ち、田舎に子供病院を建てていて、その開院を祝う式典に参加するため、スリランカを訪れていた時に起きた出来事でした。テレビでテロのニュースを見るたびに、画面の向こう側で起こる出来事が何か遠くの世界のことのように感じていた私は、なんと不遜だったのでしょう。でも大切な人をこのような形で亡くしたことに大切なメッセージがあるように受け止めております。世界中どこに住んでいても、どんな肌の色をしていても、どんな家庭環境に生まれ育っても、どの宗教を信仰していても、信仰がなくても、人間は皆目指すところは同じであるべきではないか。山登りをするときに A ルートを選ぼうが B ルートを選ぼうが、最終的には同じ場所にたどり着くように、なぜなら最高峰は一箇所だけなのだから。よくこんなことを二人で話しました。キリスト教徒だった彼女がイスラム教徒の起こしたテロにより命を落とし、仏教式のお葬式の後、仏教国スリランカで埋葬されたことにも何か象徴的なものを感じます。仏様がこの世を去られた後に、キリスト教、イスラム教を含め多くの宗教が生まれました。人を苦しみから救うためにあるはずの宗教が、なぜ人を苦しめ、憎しみ合う原因を作っているのか、どうすれば人は平和に仲良く生きていくことをできるのか。あまりに壮大なテーマではありますが、あの日を境に私にとってテレビの向こう側で起こっている出来事ではなくなりました。友人を亡くした悲しみは大きく、今でも毎日彼女のことを思わない日はありませんが、不思議とイスラム教徒を憎いと思ったことはありません。タイのお坊様はおっしゃいます。施しなさい。近くの人に親切にしなさい。縁のある人すべてに愛情を持って接しなさい。それがすべての始まりです。私もその通りだと思います。太閤和尚様はどのようにお考えですか？見識を備え、グローバルに活躍なさる和尚様の意見をぜひお伺いしたく存じます。長文乱文失礼いたしました。最後までお読みいただきありがとうございました。仏教は慈悲と知恵の教えであると言われます。タイという国を挙げて仏教を信仰している国に移り住まれて20年。タイの人々のその功徳を積むという生き方に日々啓発を受けておられる忘れなぐささん。大切なご友人を亡くされて、本当にまた偉大な人であったということが改めてその彼女を失ったことによってそこに気づいた。そしてまた身近な人を亡くして初めて、例えばテロ、例えば戦争、そういった今までは遠い世界の出来事であったと、あると思っていたことが実はとても近くにあることなんだということをね、改めてそこで感じられた。そしてこのような質問を、このような疑問、問題意識をまた持たれたということ、とても大きなことだと思います。私たちも
今こうして日本にいると余計ね、その世界ので起きていることが何かテレビの画面の向こうのインターネットのパソコンの画面の向こうの出来事であって自分たちと関係ないというそういう態度でどうしても生きてしまっている。平和ボケと言われるそのような状態に陥っている。そのことを改めてまたこの忘れなぐささんの質問から今思っているところですけれども、本当に世界に出ていくと人類は今でも現在進行形でどこかで報道もされないテロが起きていたり、テロとは言わないまでも殺人が起きていたり、でそれは私たちのこの住む日本でも当然起きていることであったりします。さて、この忘れなぐささんが投げかけてくださったこの質問ね。で、この質問は、そしてまたそのお坊様が、タイのお坊様がおっしゃるようにね、その隣人に思いやりを持って接しなさい、施しなさい。すべての宗教がそのことを言うんですよ。キリスト教に対してもイスラム教に対してもでもそうですし、仏教でもそうですし、どの宗教でも先ほどおっしゃったように、その忘れなぐささんがおっしゃっているように目指すところっていうのは同じじゃないかって思うかもしれない。でも実は違うんですね。仏教でいうところの慈悲、苦しんでいる人がいるんであればその人たちに思いやりをかけなさい。これはどの宗教でも言います。けれども実は世界の宗教というのは目指すところが同じであると一見くくられるんですけれども違うんです。全然違うんです。私たちはそのことを知らなければならない。そのことに気がつかなければならない。古今東西、人類は幸せに生きるという、みんな幸せに生きたい。その共通の願いのもとに、やはりその幸せを実現していくために、よりよく生きようとするために仲間を作り、そしてグループを作り、そしてそこにいつしか宗教というものが出てきて、そしてそれは人を幸せにするものだと信じてきました。けれども、歴史を振り返ってみると、宗教ということがきっかけで戦争になっている、テロが起きているということは、もうずっと続いているんです。私たちはこれだけね、昔のように物の本を読むとか、人生について様々思考するということがほとんどできなかった時代の人たちっていうのもあるわけですね。文字を読むことっていうのはできない人たちも今でも世界にいます。でも今多くの人たちが物を読むことができる。過去の歴史を知ることができる。そして今自分たちが読んでいるもの、見ているもの、それについて改めて考えてみることができるという時代になりました。先ほど言いました世界の中で仏教でいうところの慈悲、自分の家族を大切にしなさい。汝の隣人を大事にしなさい。その自分の周りの人たちを大事にしなさい。それが広がっていけば世界の平和が実現するよ。そのような教えはどこの教えでもあるわけです。でも実現してないでしょって。そろそろ私たちは問いを発すべきだと思います。そうなんですよ。人を思いやるということだけで、自分の隣人を愛するということだけで平和が実現するのかって言ったら
しないんです。私たち家族というものを大事にしますね。仲間ものを大事にします。何よりも自分を大事にします。そして自分が信じているものを大事にします。実は私たちが何かを大切に思うということはとっても簡単なようで簡単ではない。なぜかというと、私たちは自分が誰か大切だと思う特別な存在を設けた瞬間から、この特別な存在と特別でない存在というものを、要するに世の中の存在を分けることになるんですね。で、実はこの部分というのがとてもとても愛という名のもとに、大切な人を守るという名のもとに戦争やテロを起こしているという原因になっている。多くの宗教が愛とか慈悲ということを説きます。けれどもそれだけではダメ。実はそこに知恵がなければならない。ブッダがおっしゃったのはそのことなんですね。慈悲心というのは大切なことです。けれども時としてこの慈悲心ということ、これをですね、自分が大切な人を大切に思うというあの特別な気持ち、それを慈悲心だと勘違いしてしまうということが起きる。そこに知恵、感情ではなくて論理的に物事をきちんと見据えて捉える。世の中のありよう、私たちの真理のありよう、きちんと感情ではなくて論理的に捉えて、そしてそれを感情論を抜きにして見据える。そのままに見据えるということができる知恵を持たなければならない。で、ここに気づかれたのが仏教なんですね。で、私はキリスト教、イスラム教、仏教、それぞれ素晴らしい教えがその中にあると思っています。どの宗教が一番いいということは言えないけれども、最も論理的な知恵ということを大事にする教え、それはそれにおいて非常に突出しているのは仏教である。それはよくよくさまざまな宗教を見ていくと分かってくるところです。けれどもこの仏教ですらこの知恵ということをきちんと捉えないと、この自分の大事なものを大事にしていくという一見当たり前のことのようであって非常に難しいこの愛という、そして慈悲という基本的な人類の平和を実現していくために大切な考え方を見誤ってしまうということが起きてしまう。どういうことか。例えば私たちは自分に子供ができたり恋人ができたりすると、誰かを愛するというあの特別な気持ちを持ちますね。自分を犠牲にしてでもその人を愛するという気持ちを持ちますね。ところがこの自分の犠牲にしてもでもその人のことを愛するというこの気持ちが実は戦争を起こすということにもなってしまう。テロを起こすということにもなってしまうということに気がついていない。そして愛を素晴らしいものだと思い、そして愛に盲習していくということがあるんです。で、ここをですね、知恵を持って冷静に見ていないと、私たちは愛という名のもとにテロを起こし、そして愛という名のもとに戦争を起こしていってしまう可能性がある。さて、先ほど言いました愛ということ、私たちは愛する人を持って、家族を持って、恋人を持って初めて誰かのことを特別に大事だと思うという気持ちを持ちます。
ところがなぜじゃあこの気持ちを持つことが争いにつながっていくのか。よく私も例え話で出すんですけれども、例えばね、学校でインフルエンザが最近流行っていると。そして子供が学校から帰ってきて、そして母親に言うわけですよ。今日同じクラスの何々ちゃんがインフルエンザで学校休んだって。そしたらお母さん言うんですよね。って、何々ちゃんかわいそうねって。その子は自分の娘の親友だ。かわいそうねと。だけどね、内心思うんですよ。よかった、うちの子じゃなくって。今コロナの感染がね、まだようやく日本でも収束しかけたかなと思ったら、またちょっと最近ね、この感染が言われている。拡大がまた始まったというようなことも言われてたり、また冬になるとそれこそ風邪をひいたりっていう人たちもまた出てきますから、またインフルエンザの波が来るんじゃないかっていうようなことも言われてますけれども、例えばね、自分のクラスでクラスの同級生の息子の親友がコロナに感染した。かわいそうねって言いながら、どこかでよかった自分の子じゃなくって思いますよね。どうです？これが実は私たちが特別な人を特別に大事に思うっていう、ある特定の人を特別に大事に思うっていうことの弊害なんです。じゃあ愛ということは悪いことなのか、誰かのことを特別に愛するということは良くないことなのか、そうじゃない。必ず私たちはその危険性にも気づいてなければいけない。自分の家族を大事にと。でも自分の家族以外の人はどうなってもいい。これが戦争の原理です。自分の仲間を大事に思う。でも自分の仲間以外の人はどうでもいい。オリンピックにせよ何にせよ、みんなそういう心理が働きますね。頑張れ日本。日本が勝つ。これは素晴らしいことです。だけれども同時にそれ以外の国は負けてもいい。サッカーでも野球でもどうでしょう。自分の応援しているチーム、そのチーム以外のチームは負けてもいい。それがスポーツであるのでまだいい。けどもね、どうですかね、そのサッカーでも海外の方でも自分の応援しているチームが負けたと。そしたら相手チームに攻撃をしたりということが起きたりしますよね。そう、私たちはこの世の中から特別にこの人は自分にとって特別な人だっていう人を抽出して、その人に特別という一つのラベルを貼って、そしてそれを守ろうとするんです。で、その気持ちがなければ子育てっていうことはできないんです。そうですね。自分の子供が特別でなかったら、母親は特別に子供を大事にしていかないので、子供が育たない。ある時期まではそうなんです。だけれども、どこかで私たちはこの特別に誰かを大事に思うということ、これは素晴らしいことなんですよ。誰かを愛するということは、特別感、そして自分が愛されているということは、特別な高揚感、誰かに愛されているということによってね、得られる自信とか心強さとか、それはある。確かにある。だけれども同時に、それを守らんとするがために、それ以外の人はどうなってもいい。この矛盾に気づいていないと、私たちは戦争を起こす。そしてテロを起こす。世界に行くと、その宗教ということの本質を問われる出来事がいっぱいあります。日曜日に礼拝に行き、そして神の前で手を合わせてね、そして真摯に祈る。自分の行いを反省して、そして自分が良き人間であろうと誓う。願う。そして月曜日に銃を持って戦いに行く。
そのようなことが繰り返されてきているんです。日曜日に神の前でひざまずいて真摯に祈り、月曜日に銃を持って戦いに行く。それが人類の歴史です。さて、宗教って何なんでしょうね。私たちが平和って何なんでしょうね。人を愛するって何なんでしょうね。慈悲心って何なんでしょうね。そしていつしかこの罪を犯し、その罪をでも猛烈に反省し、より良き人間になろうとし、そしてまた誓いを立て、でもその誓いを立てたというその誓いは嘘ではないけれども、自分が愛する者のために、自分の信仰のために、自分が信じている大切だと思う、その同じ大切だと思うものを大切だと思わない人たちは人間ではないとして人々を殺してきたというこの歴史がある。私たちはもっと宗教について知らなければならない。だって現実にその宗教によって争いが起きているわけです。もっと宗教について勉強しなければならない。これはもう信仰ではなくて教養としてそれを知らなければいけない。なぜならば、この人間の真理ですね。大事なものを、大事な人を、大切な人を思う。それを思うがゆえに、強烈に思えば思うほど、その大切な人以外はどうなってもいい。そしてこのような真理を国家が利用するんです。そしてこのような真理を戦争をすることによって利益を得る人たちが利用するんです。そして利用してきたんです。それが戦争とかテロの本質的な問題です。私たちはもっと世の中を知らなければいけない。実は戦争、テロという名のもとに、その裏にですね、テロを起こしてメリットを持つ人たちがいるから戦争が起きるんですよ。テロが起きるんですよ。戦争を起こすことによってメリットを享受する人たちがいるから、それをするんですよ。スターリンというかつてのソ連の指導者がいました。彼の言葉に、一人の人の死は悲劇だけれども、数百万人とか数十万人とか、たくさんの人の死は統計に過ぎないという言葉があります。なんで戦争がなくならないんだって。答えはシンプルです。戦争をすることによって儲かる人がいるからです。なんでテロが起きるんだって。答えはシンプルです。テロを起こすことによって自分たちが大事だと思っているものを守れると思っている人たちがいるからです。さて、核の時代になりました。いや、もう核の時代でもないのかもしれない。もっと恐ろしい目に見えない兵器というものも今世の中にある。掃除機のボタンを押すように、エアコンのボタンを押すように、エレベーターのボタンを押すように、車のエンジンの始動するためのボタンを押すように、核のボタンを押したら世界がドンという時代。みんな私たちは自分が愛する者のために戦ってるんですね。さて、愛とは何か、慈悲とは何か。私たちは真剣にそのことを学んでいく時代に入ったんではないでしょうか。いや、そのことを理解できる人たちが増えた時代にあるんではないでしょうか。さて、今回の忘れなぐささんの質問、とても大切な質問だと思います。実は私も今ですね、一人の宗教者として、仏教者として、改めて仏教の歴史、宗教の歴史、
そして人類の歴史を振り返って、私たちがこれまで何をしてきたのか、人類はこれまで何をしてきたのか、その歴史からね、いい加減学ばなければ、本当にどんどん世の中は自分の大事なもののために戦争を起こし、自分の大事な人を守るために人を犠牲にしてまで金を稼いでいく。それがものすごい勢いで加速をしていっている。国家という一つの装置を使っても加速をしていっている。そのことにそろそろ気がつかなければならない。そう思って発信を続けていきたいと思っております。さて、忘れなぐささん、取り留めのない話になりましたけれども、私の一つの対合症の意見と言われましたので申しますと、実は私たちは思いやりを持つ慈悲心、愛ということだけではいけない。もっと愛の本質を、慈悲心の本質を問うていかなければいけない。必ずそこに知恵がなければならない。感情だけで動いてはならない。それが宗教を考えるときに求められていることだろうと思います。ここではそれ以上は申しませんけれども、ぜひね、慈悲心ということはどういうことなのか、仏教国タイにおられるのであれば、もう一度改めてそのことを、慈悲とは何ですかって、タイのお坊様に問うてみてください。知恵とは何ですかって、それをタイのお坊様に問うてみてください。そしてみんなで一緒にね、これを一人が考えるというだけではダメなんです。慈悲ということの本質を、そして知恵ということの本質を考え、そして私たちが隣人を愛するように、自分たちが大事だと思っている人以外の人たちも、自分たちが大事だと思っている人と同じように大事にできるという、この難しさに直面していかなければいけない。この大変さにチャレンジしていかなければいけない。私も世界の平和ということを願っています。当然です。でもただ願っているだけでは世界の平和は実現しない。愛の本質を、慈悲の本質を、そして知恵を持つということの大切さを見据えて、そして今自分がそのために何ができるのかということを具体的に動いていかなければならない。そう思っています。今回の忘れなぐささんのご質問に対しての回答というより、私がやはりなさなければならないという自分のね、これからの宗教者としてのあり方、そこをズドンとまた疲れたような思いで回答をさせていただきました。お答えになっているかどうかわかりませんけれども、ぜひこのね、慈悲の本質、そして知恵、これを激しく求めていきたいと思います。ご質問ありがとうございました。